みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日は、美しいアルプスと壮大な自然が魅力の国、スイスについてお届けするのだ。みんな聞いてなのだ。実はスイスって、国民全員を収容できる核シェルターの整備が法律で義務付けられている、世界でたった一つの国なのだ。すごくないのだ。今日はそんなスイスに関するニュースを、なんと5つも紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュース。スイスの警察に外国人はなれるのかという記事なのだ。人口の 42% が外国籍の労山主で、外国籍の人も警察官になれるかもしれないって話が出てて、その背景と現状を深掘りするのだ。一体どういうことなのか、すっごく気になるのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、忘れずにお願いするのだ。それでは、一緒にスイスの最新ニュースを楽しく見ていくのだ。皆さん、今回はスイスをご紹介するのだ。ヨーロッパ中央の山々に囲まれた国、それがスイスなのだ。シュトベルン、永世中立国として平和を重んじ、国民投票も頻繁な直接民主制の連邦制なのだ。人口はおよそ870万人。ドイツ語など4つの公用語を持つ多文化国家なのだ。主要産業は精密機械、科学、製薬、そして国際金融。質の高い技術とサービスが強みなのだ。アルプスの山々を生かした観光業も盛んで、時計、チョコレート、チーズといった特産品も世界中で愛されているのだ。最近では、地球温暖化によるアルプスの氷河融解が深刻なため、再生可能エネルギーへの移行や環境保護に力を入れているのだ。また、多くの国際機関がジュネーブに集まり、世界の平和と発展に貢献しているのだ。自然の美しさ、高い技術力、そして平和への強い意志が共存する魅力あふれる国、それがスイスなのだ。一つ目のニュースなのだ。スイスのカントン間で暮らしはどれほど違うのかという記事なのだ。スイスのカントンごとの暮らしってどれくらい違うのかって疑問があるのだ。外から見ると均一に見えるスイスだけど、実は多様性に満ちた国なのだ。それぞれのカントンは政治、社会、行政の仕組みが独自に発達しているのだ。例えば税制や学校、医療、公共交通機関、そして様々な規則がカントンごとに異なっているのだ。だから、引っ越すと慣れるのに時間がかかることもあるのだ。特に、ドイツ語圏とフランス語圏の境目である、ロスティブラベンや、イタリア語圏へ入る、ポレンタグラベンを超えると、文化的な衝撃が大きくなることもあるのだ。言語だけでなく、人々の考え方まで違うように感じられるかもしれないのだ。外国籍の人にとってカントンの選び方はもっと重要になるのだ。なぜなら外国人に対する政治的権利や市民権の取得条件がカントンによって大きく違うからなのだ。チューリッヒやジュラなどのカントンは比較的包括的で市民権が取得しやすいけれど、アールガウやグラウデュンデンなどは厳しい条件を課すことが多いのだ。外国人への寛容度も地域差があるのだ。フランス語圏やイタリア語圏では、ドイツ語圏よりも外国人との間に違いを感じにくい傾向があるのだ。また、都市部に住む人の方が多様性に対して開かれていることが多いのだ。言語もカントン間の大きな違いなのだ。多くのカントンは一つの言語圏に属するけれど、ベルンやフリブール、バレーのように2つの国語が話されるカントンもあるのだ。グラウデュンデンに至っては、ドイツ語、ロマンシュ語、イタリア語の3つが使われている地域があるのだ。同じカントン内でも、場所によって話される言語が違うこともあるから、注意が必要なのだ。そして、生活費も忘れてはいけないのだ。ジュネーブからチューリッヒのような高コストカントン間の移動なら、それほど大きな差はないかもしれないのだ。でも、ジュラやバレーのような比較的物価の安いカントンから、チューリッヒやジュネーブといった高価なカントンへ引っ越すと、家賃や食料品、公共交通機関の費用がかなり上がるのだ。給料も上がるかもしれないけれど、
出費の増加には及ばないこともあるのだ。例えば、バレー州のシオンからチューリッヒへ引っ越すと、家賃が 124.2% も高くなることがあるのだ。だから、スイスでカントンをまたいで引っ越すときは、言語、文化、制度、そして生活費の違いをしっかり調べておくことが大事なのだ。そうすれば、新しい暮らしもスムーズに始められるはずなのだ。2つ目のニュースなのだ。スイスの警察に外国人はなれるのかという記事なのだ。スイスの警察官に外国籍の人もなれるのかというのが今回のテーマなのだ。今のところほとんどのスイスの地域ではスイス国民だけが警察官になれるのが原則なのだ。でもローザンヌ市では状況が変わるかもしれないのだ。ローザンヌは人口の 42% が外国籍なのに警察組織の多様性不足と過去の人種差別疑惑を背景に外国籍の住民を警察官として採用することを検討し始めたのだ。もし実現したらスイスに10年住み言語能力があり社会に完全に統合された C 許可証を持つ外国籍住民が対象になる見込みなのだ。スイス全体を見ると他の多くの分野と同じように警察でも人手不足に悩んでいるのだ。それでもほとんどのカントンや自治体ではまだスイス国民しか警察官として受け入れていないのだ。外国籍の C 許可証保持者も警察官になれるのはグラウリュンデン、ヒュラ、ヌーシャテル、シュビーツ、アーゼル、シュタットというほんの一部のカントンだけなのだ。外国籍の人が警察官になれないのは法的にどうなのだという疑問も湧くのだ。スイスと EU 間の人の自由移動協定やスイスの外国人統合法によれば EU 市民はスイス国民と同等の就労機会を持つはずなのだ。しかしスイスの連邦評議会は安全保障や司法、防衛、国境管理など国の安全に関わる特定の仕事ではスイス国民を優先しても良いと決めているのだ。現在連邦行政の役職の 95% はスイス国民が占めていて残りの 5% のうち 80% が EU や EFTA の国民なのだ。そのため外国籍の人がスイスの警察官になるにはまだ高いハードルがあるのが現状なのだ。3つ目のニュースなのだ。最新スイス空港での新国境検査開始、知っておきたいことという記事なのだ。スイスの空港で新しい出入国システム EES が導入されるのだ。これは EU が定める生体認証システムで EU 圏からスイスへ来る旅行者さんが対象なのだ。いよいよ10月12日から運用が始まるのだ。まずジュネーブ空港とバーゼル、ウーロエアポートでは10月12日からこの EES チェックが始まるのだ。チューリッヒ空港は少し遅れて11月17日からなのだ。引きサメの空港も2026年1月10日から3月31日の間に順次導入される予定なのだ。この新しいシステムでは手作業でのパスポートスタンプが廃止されて代わりに指紋や顔のスキャンなど生体認証データが使われるのだ。イギリス、アメリカ、カナダなど EU 圏や宣言協定圏外からの旅行者さんはこのシステムを利用することになるのだ。ただし EU や宣言協定国の国民、そしてスイスや他の宣言協定国に住んでいる EU 圏の住民は対象外なのだ。手続きとしてはまず到着時にセルフサービスのキオスクで個人情報を登録するのだ。これは1、2分くらいで終わるのだ。困った時は空港の係員さんがサポートしてくれるのだ。その後、国境警備官のところで指紋と顔のスキャンを行うのだ。この電子登録によって、不法滞在者さんや不審な人物を自動的に検知できるようになるのだ。登録された生体認証データは3年間保存されるから、その期間中に宣言圏内の他の国に再度入国する場合は、基本的には再登録の必要はないのだ。でも、
入国審査官にパスポートを提示することは引き続き必要だから忘れないでほしいのだ。新しいシステムが始まることで、特に初回登録の旅行者さんは通常よりも時間がかかることが予想されているのだ。そのため、チューリッヒ空港では早めに到着することが推奨されているのだ。ES の導入後、2026年後半にはさらに ETIAS 欧州渡航情報認証システムという渡航認証システムも導入される予定なのだ。旅行を計画している場合は常に最新の入国要件を確認しておくことが大切なのだ。4つ目のニュースなのだ。チェックリスト、スイスを完全に離れる際にすべきことすべてという記事なのだ。スイスを出国するときはたくさんの手続きが必要になるのだ。スムーズに進めるためのチェックリストがあるから一緒に見ていくのだ。まず、賃貸物件に住んでいる場合は解約通知期間を確認して必要なら新しい借り手を見つけるのだ。引き渡し前には専門業者に清掃を頼むのがおすすめなのだ。公共料金や駐車場代の支払いも確認して契約終了後も保険は継続するのだ。もし持ち家なら売却するかスイスに維持するか考えるのだ。公共料金と保険を解約してローンがあるなら銀行と相談し税金の影響も確認するのだ。地方自治体では出国30日前までに登録抹消をするのだ。パスポートや居住許可証を持って直接窓口に行き登録抹消証明書を受け取るのだ。費用がかかることもあるのだ。未払いの税金や還付金については州の税務署に相談すると良いのだ。銀行にも連絡するのだ。スイスの口座を維持できるか確認してもし閉鎖するなら資金の移動先口座を用意し自動引き落としもすべて止めるのだ。敷金の返還には1年かかることもあるから注意なのだ。ビザや労働許可証も大事なのだ。B や C 許可証で4年以内に戻る予定なら許可証を凍結できる場合があるのだ。これは承認が必要だから地方自治体に相談するのだ。健康保険は登録抹消証明書で解約できることが多いのだ。もし希望するなら海外居住者向けの国際健康保険に加入することもできるのだ。年金については任意でスイスの年金に拠出したり OASI の拠出金を払い戻したりできるのだ。早期引き出しには税金がかかることもあるからスイス保証事務所に相談するのが良いのだ。もしスイスの車と運転免許があるなら地方交通局と車両登録局に連絡するのだ。国際運転免許証が必要な国もあるから確認しておくのだ。他にもサブスクリプション、メンバーシップ、自動引き落とし、SBB トラベルカードなどはすべて解約するのだ。電話やインターネット、スイスのテレビ視聴料なども忘れないで契約条件を確認するのだ。お子さんが学校に通っている場合は学校にも連絡するのだ。兵役や民間役務の義務がある人は関連当局に申請して免除税を支払う場合があるのだ。引っ越しで持ち物やペット、車を移動させる場合は税関の条件を確認するのだ。ペットを連れて行くなら獣医さんにも相談するのだ。最後にスイス郵便で90フラン払えば1年間海外の新住所へ郵便物を転送してくれるのだ。これらの手続きをしっかり済ませてスイスでの滞在を気持ちよく終えるのだ。みんなオーフ・ウィーダーセヘン、英雄レボア、そしてアリベデルシなのだ。5つ目のニュースなのだ。スイスで中古品の売買に最適なウェブサイトという記事なのだ。みんなこんにちはなのだ。今回はスイスで中古品を売買するのにぴったりなウェブサイトを紹介するのだ。スイスでは物を大切にして再利用する循環型経済がとっても人気で、だから中古品を売買できるサイトもたくさんあるのだ。まずはいろいろな商品が買える総合サイトからなのだ。一つ目はリカルドなのだ。ここはスイス最大級のオンラインマーケットプレイスで
オークション形式と定額販売の両方があるのだ。毎日何千もの商品が売買されていて、特に中古品ショッピングでは一番有名と言われているのだ。二つ目はタッキなのだ。リカルドに次いで人気があって、同じような商品を扱っているのだ。タッキはドイツ語圏のスイスで特に人気があるみたいだぞ。三つ目はアニビスなのだ。フランス語圏が拠点だけど、スイス全土から利用できる広告サイトなのだ。中古品はもちろん、賃貸アパートやカーシェアリングなどのサービスも見つけられるのだ。四つ目はマルコなのだ。ここはデザイナー服や電化製品、素敵な家具など質の良い中古品をたくさん扱っているのだ。そして Facebook マーケットプレイスなのだ。これはもう世界中で知られている売買プラットフォームだけど、スイスでもいろんな中古品が見つかる人気のサイトなのだ。次に特定のジャンルに特化した専門サイトも見ていくのだ。中古の自転車を探しているならベロコーナーなのだ。ここにはなんと約4万台もの自転車が売られているのだから、きっとぴったりの1台が見つかるはずなのだ。整備済みのリファービッシュ携帯電話が欲しいならレコマースがおすすめなのだ。ここでは古いスマホやタブレットなどの電子機器を売ることもできるのだ。電子機器専門のもう一つのサイトはレベンドなのだ。特にアップル製品の中古品を扱っていて、買うのも売るのもできるのだ。そして中古家具が欲しいなら MGE なのだ。このサイトの家具は豊かな歴史を持つヴィンテージやアンティークが多く、お家に特別な魅力を加えてくれるのだって言っているのだ。とっても素敵だと思わないかなのだ。もし中古車を探しているとか、オンラインだけでなく実物を見て選びたいという人はまた別の情報があるから調べてみるのもいいのだ。スイスでは中古品売買の選択肢が本当にたくさんあるのだ。今回はスイスの奥深い魅力と広東元の多様性、便利な情報まで盛りだくさんだったのだ。新しい空港システムや中古品サイトなど、みんなの役に立つ情報はあったかなのだ。スイスへの興味が深まったら、ずんだもんも嬉しいのだ。また次回も楽しみにしていてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。